テクラウドダジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説、最終日やっていきたいと思います。7日目ですね。7日目はね、ちょっと、攻め残ししたら、降格するぞというね、怒りのメンションを飛ばしまして、最終日は全員攻めていただきました。はい。マジでね、降格危なかったんですよね。こんな形です。星2差でね、ちょっと本当に降格するとこだったよ、マジで。危なかった、本当に。で、個人成績の感じはこんな感じで、7人かな ?7 人、7分の7前回、半分ぐらいかなパーフェクト。シャーさんがライドラ、星さんラバル、コマくん、ルートライダー、僕もルートライダー、ニャロメ、クイラバ、カズマくん、ルートライダー、スミス、ルートライダーって感じですね。続けて、弟子さんが 2% 落とし、アッターくん 4% 落とし、キャスリーさんが、いろいろやってて、ヨッツさんはラバル、額がライドラという形で、ね、下3名が攻め残し組ということで、ヒロヤさんはね、結構珍しいですが、クラウス・リュータの怒涛の攻め残しラッシュで、ここがね、昨日の動画で言った ESL のスナップドラゴン、この辺の大会と被ってたっていうところはあるんですけど、一応クラウスからはちょっと謝罪ではないですが、モチベの問題でリーグの企画抜けさせてくださいとのことなので、昔からね、なんか、したんでね、クラウスは今後、グランリーグの企画では参加しない形になりました。で、リュウタ君もちょっとね、さすがにやばいんで、これは。入れ替え戦はね、2回、2連続でやってもらおうかなと思います。というわけでね、早速やっていきましょう。いや、ちゃんとね、攻めてね、つって攻めた結果、ギリギリですが、逆転でね、これも危なかったんですよね。相手も強いからね、キャンプ1ということで。高くライドラッシュ。攻め残ししてね、勝てるあれじゃなくなっちゃったんだよね。前はね、攻め残ししても勝てるぐらいの難易度だったんで、タウンホール16はね、マジでね、攻めないと負けるんよな。当たり前だけど。攻めなくて勝てる時代は終わっちまったんだよな。さあ、ライドラ記念に進行していって、ボマー型になった時にこのスーパードラゴン中身で入れてることの強さが出ますよね。僕も結構ね、10日兵舎の中身にも入れるぐらい援軍のスーパードラゴンを評価してた時期があるので、わかる。これはもうライダルのチェーンがかなり入るタイプの配置になってるので、これ強いな。やっぱり、ロイちゃん、いや、この距離でそれはやっぱりおかしいな。防衛施設ターゲット取っちゃってると思うな、ロケットスピアの時。なんでだろう。さすがにバグな気がするけどね。ロケットスピアのロイちゃん、確かにこの使い方見てると、ライドラッシュとの相性良さそうっすね。今みたいな、チェインの残ったところにサッカーボールとか、ブーメランとかね、チェインプラスの固定ダメージで落としていくっていうのが強いですね。クラウス、ヒールが入った形のレイジジェム型という形で、やっぱり、クラウスの攻め最近見てなかったですが、流行ってますね。そうだよな。ドルイドに回復任せられるならヒーリングトームを必ずしも採用しなきゃいけないかっていうとそうではないと。ドルイドが強いよな、やっぱり。クラスも結構なんかスーパージャイアントとか、なんかいろいろね、ペッカ入れたりとか、いろんな形のルートライダーラッシュ試してましたけど。で、6時の10日弊社パートの方にフリーズを割いていって、そこにレイジも乗っけていきました。アイゴリに止められたクイーン、そしてタウンホールはかけずにクイーンで拾いに行きますね。ドルイドがそろそろ回復切れてきたよみたいなタイミングで奥でヒールをかけていくと。で、クイーンの方は落ちてしまいました。ロイちゃん能力発動。ちょっとこれはタウンポイズ受けざるを得ないね。ちょっとヒーローパートが渋くなった形かなっていうところですが、長弾大砲まで持ってってくれれば十分かな。現れたところ、みんな戻ってきてもらって、レイジフリーズ合わせていく。フリーズもまだまだありますね。で、オールブレーカー穴開けしてスーパーバーバリアンを、バルキリーも一緒にいますね。出ていって、軍隊です。こういった時にやっぱ、攻撃力がね、ナーフされちゃったルートライダーだけど、レイジジェムがついてるとね、
この呪文自体ではね、呪文が切れたタイミングでのレイジジェムってやっぱいいっすね。さあ、クマちゃんとルートライダー。HP かなりギリギリの対決ですが、溶けていく、溶けていく。いや、なかなかギリギリだったね、これ。ナイス。バーサス。スミスもルートライダー、レイジジェム型にヒーリングをとヒールを入れた形。で、9時10日弊社と。キング強いね。キング強いね。で、ドルイド巻いて、ドルイド3体いますね。ドルイド巻いて、レイジジェム型。ワットを入れていくと。シングル IT とかはもうね、回復じゃちょっとどうしようもないですからね、あの辺。こういったところは無敵の能力を使って突破をさせて、3時はクイーン、フロック、ヒーラー人形付き。オーバーグローは、そうだね、そろそろタウンホール隠したいところかけていきました。今ぐらいダメージ共有して大丈夫って感じかな。ドルイドの方もクマになっていくような展開ですかね。回復の方が終わって。で、穴開けして。これもうかなりいい形っすね。スーパーバーバリアンでクイーンの方も処理をさせて。めちゃくちゃいいですね。で、レイジジェムがついて。レイジジェム型いいなぁ。レイジジェム強くない？なんだ？なるほど。やったーくん、ルートライダーダッシュ。ウェイ。めっちゃ近い。僕もまだね、ちょっとヒーリングトーム型しか、ルートライダーはね、触れてないんですけど、レイジジェム結構ありだな。強いなって感じします。ちょっとポイズンリザードが先行しすぎて死んでしまいました。トーム打てるとクイーンも入るのでいいですね、これ。クイーンも入る、いいトーム。ちょっとアイゴレに打たれる、フリーズかけられて嫌な展開ですね。ルートライダーが穴を開けて、キングたちも戻っていきます。クイーンの方も穴開けをしますが、タイチクロスこれはフリーズかけないと、フロークが出てしまう。ヒーラー人形じゃないからね、これ。スケルトの呪文とかももう割いちゃってはいるんですけど、フローズンアローの能力でタイチクロス大工まではご利用せず。だってこうやって見てるとやっぱヒーラー人形の方が強いシーンは多い気がする。外周部歩かせるだけなら。多分サブアカなんでヒーラー人形じゃなくてフローズンアローを上げててっていう理由だと思うんですけど。ギアによってやっぱ良し悪しがね、結構出てますよね。フローズンアローが強いシーンもね、結構あるからね。キングがタウンホール張り付いたら勝ちなんで。またブーメランドですわね。エイストが上がってないんでしょうね。フリーズ使って裏スーパーバーバリアン展開ガーサス。ナビの方もね、シルバーチケット戻ったみたいなんで、頑張ってほしいですね。ヒロヤさん、タイムも速そう。ルートライダープラスキングクイーンを使っていく展開。ジャイアントアローでインビジブルタワー日本海上うまい。ヒーラーの方はちょっとキングに吸われてしまいましたが、ルートライダーパート始まります。ちょっとフリーズかけてあげた方がいいかもだけど、先に折れそうかな、危ねえ。クイーンはギリギリ延命。で、ここでトーム入れていきます。ヒーリングトームですね、これは。中央かなり入っていきましたが、タウンホールはオーバーグローかけるかな？かけていきました。で、スケルトンの呪文使って、延命施設。クイーンの方も HP だいぶ回復しましたね。ギリギリのヘルスから。攻撃側のキングの方もモノリスにターゲット取られて死んでしまいましたが、バルキリーたちがカバーをしてくれます。
バルキリー強いね、それ。で、レイジかけてぐるぐる回すと。リクスケに対してはバルキリーが強い。ナイス。で、タウンホール現れたところ、レイジフリーズ使って、クジはロイヤルチャンピオン能力解放。とてもいいですね。ナイス全開。非常に強い。さあ、僕も7分の7全開取ることができましたよ。ということで、ガーゴイルで両サイド、削りを入れていく。で、ちょっと、透過弊社からのスーパーボールブレーカー入れて、バルキリーサイドカット。で、くじはクイーンです。で、真ん中ルートライダーと。まあ、だいぶ、時間というかこの辺に使っていきました。で、キングと当たるところしっかりストライカー入れてあげて。で、援軍はドラ、アイゴレ。クイーンにも重なるようにね、ポイズン打って、ちょっと溜めてから、ドルイドをね、ちょっと2段階に分けて出してますね。ともかけていいと。で、クイーンの方も、今回ちょっとね、クイーンの方にね、力使って、アイゴレプラスのね、ヒーラー人形なんですけど、ヒーラー人形用のね、バルーンも持ってきてますね。サイドカットのユニットとかも使って、で、反対サイドは上が進んでいくような形。ここアイゴレとフリーズ一発でね、クイーン延命させてるところがね、個人的ポイントですね。で、ホーミングチェックのバルーン来ました。ほら、あったー。ほら、あった。完璧じゃないこれ。ヒーラー人形ね。ここでクローク、絶対ここで打つことになるからっていうところでね、ホーミングチェックのバルーン持ってきたんですよ。そしたら刺さったと。偉いですね。読みがね、当たった時って気持ちいいよね。ドンピシャだから、これもう。そして、まあ、どうするかちょっと迷ったんだけど、中央、ギリギリだったんだけどね、モノリスのターゲット外れたんで、結果的にはこのフリーズ、まあまあでも内側のユニットたちを守れたんでいいんですけど、まあ、ロイちゃんにレイジフリーズ、最終で終わりです。まあ、ガントレットも残ってるんでね。で、ちょっと嫌なトルネード出てきたんですけど、ホグが結構強くてですね、これホグレイジって強いんだなと。頑張ってキングがガントレットを残していたので、シューと。星371天才。強。天才スポットは激強。まずはバルーン使って、アーチャー使って援軍釣り。ちょっとね、これいいっすね。衰弱能力をアーチャーターンにつけることで、ちょっとクイーンの HP を守ろうということですね。フローズンアローみたいにね、アイゴレも殴ったことだけで、こういう攻撃力弱める効果があるんでね。ユニコーンはついてるとはいえというところ。アイゴレもフリーズ入ったけど、ギリギリ耐えていく。これアイゴレつけたことによる効果ですね。ナイス。その分の後で使いたいアイゴレを先に咲くことにはなっちゃったんだけど、フリーズ1本分の効果をね、このアイゴレの攻撃で出てくれましたね。まあ、もともと死んだ時にアイゴレフリーズ1本分か。どっかにアーチャーがいった。上か。キング反対から。このマルチ IT 孤立配置っていうのが結構ね、ルートライダーをするときにでも、ラバルの時にもまあまあ、考え方ね、ちょっと出し方考えてあげないと、無理するのめんどくさかったりするんだけど、まあ一番簡単なのはロイちゃん当てることっすね。さあ、ラバルパートはどこから行きますかね。おー、インビジブルタワーが。何で解除されたそれ。ここ折れたんか何か。あー、なるほど。ウィンかな。ボマーも強いですね。兵器とロイちゃんでケアするのが一番簡単ですからね。で、反対サイドはロイヤルチャンピオンで担当という形ですね。オーデンはトームを残してるんですけど、ちょっとバールーンがだいぶ落ちてきてしまってます。トームはこれどうなんだろう。初手トーム、売ったつもりでいるんかなこれ。ちょっとまだ、
温存していることに気づいてないか。さあ、ここ中央来てトーム打ちたいところ。これ激強トーム。結果的に犯罪級のトームになりましたね。激強トーム。でももう防衛施設がないので。激強すぎるな、そのトーム。余裕の全開と。ただちょっと時間は結構シビアだったようですね。弟子さんクイラバ。クイラバ勢はずーっとクイラバして、1から7日目までって感じだったかな。オールブレーカーからバーバリアンカット。ヒーラーつけて、シューター使って、シュータールートめっちゃいいね、これ。スケルトンとが、持ってきてたね。持ってきてないのと思ったら持ってきてるよね。持ってきてるよ、これはさすがに。欲しすぎる、そこ。ガントレット使いたいな。ここで。スケルトンも出たところでいいタイミング。で、壁越し長弾大砲を射抜いていくと。オイルブレーカー使ってしっかりね、投石被らないタイミング場所に入れていきました。ホーミングチェック一発欲しいかな。さすがです。で、オールブレーカーラスト入れていきましょう。中央へ。入れていく。ナイス。非常にいいクイヒールと。8っすね、これは。あとはね、しっかりこの辺の金庫とか、ここも回収入れれるところなんで、でも対空砲も近いからっていう理由かな。もうこれはもう激強クイラバですね。ストライカー全部パー一気のトームナイス。で、イージもそっちでいいっすね。エイストかけてバルーンをモノリスの方向へ進めていく。3ヒーローいるんでね、ストライカーに合わせたレイジを手前に打って、音速処理でロイちゃんまでっていうのも、プランと一つはしては1個あったところ。ただこっちのがね、防衛施設の HP が高いので、バルーンに対してのレイジは絶対にこっちのが高いです。ここの。強いね。結果的には多分、こうしてみると呪文が大量に残ってるので、呪文配分考えたらレイジでもよかったシーンかな。余るからね、結果。余るんだったら使うという理由だったらそこに使っても OK と。余裕すぎるね。さあ、連続でクイラバ2度目。クイラバ勢はね、やっぱ、当たり前だけどね、やっぱいいルート取った方がいいんでね。いいルートの展開が多くいいですね。さあ、モノリスマルチ IT と呪文なしでここは追ってくれました。アイゴレまで解けてくれたので、クイーンで当たるときかなり楽と。いいポイズンの採用ですね。いやーやらかした。グロークを使ってしまいましたね。そしてターゲットが少なくなっちゃったので、ウォールブレーカー一発目失敗と。タップミス。痛恨のタップミス。プロ選手でもこういうタップミスをしてしまうんですね。グランジョをつけて真ん中穴開けとかじゃないのかなと思ったんだけど、そういうわけではないらしい。ウォールブレーカーでどっかに一回、でも一発失敗してるからな。自分で殴ってもらう方にしたか。ウォールブレーカーではなく、まあ。ウォールブレーカー2枚投げて、ここはクランジョ。そう、ウォールブレーカークランジョからこうすれば穴が開くのよ。これでタウンホール打てるようになったね。これを僕は押してました。さあ、ロイヤルチャンピオン能力発動。しっかりタウンホールの方にね、クイーンも来るような状況になって、
ロイちゃんインビジブルか。こうなるからね、延命しなくてよかったと思うね、これは。で、ストライカーはいないのかなもう出してるのかな、しっかりと。出てるね、よかった。ちょっと見えづらいんだけど、ストライカーも混ざっていることで、しっかりロイヤルチャンピオン突破ができている。で、あとは、レイジ乗っけてフリーズ、ナイス全開。バルーンもね、手元にたくさんいるので、外周部の水とケアをして、あとは下側とか削れば終わりですね。ナイス全開。ツイエティ強いな、それ。さあ、チャーさん、ライドラッシュ。ずっと全開取ってましたね。1分ちょっと。ここも、ジャイアントアローで解除していきます。豪華弊社型。これ時間の関係なのか、ライドラより後に東海に出てくるもんね。ルートライダーラッシュとかだと逆だもんね。東海弊社置い、まあそんなこともないか。でも基本は東海弊社を外周部置いてから始まるのに。ライドラッシュに。これでもさすがに10日からじゃないわかんないけど。テッカ出始めてからの方がまだ法律上良いけど、若干数秒ね、こっちの方が遅くはなるとはいえ。ライドカット間に合わないもんね。だってライドラの進行よりも。ライドラ強いなぁ。ここまでね、ガクと千ハさんのライドラッシュをね、もう大量に見てきたわけなんですけど、マジ強いよな。二人ともね、ちょっとやり方違ったり、ギアが違ったりで違いはあるんですけど、上手い人のライドラはやっぱね、強いね。オーバーグロー2枚型ですね、ドルイド型。はい、これも採用されてます。キングオールブレーカーでクイーン区画。ちょっとアイゴレ使いましたが、ターゲットは取れず、それていきます。で、オールブレーカー2層目までつけて、キングを内側へ。ジャンプとか持ってきてないので、壁越しに上段大砲とかされたら強いかなって感じかな。12時からルートライダースタート。ここで上段大砲されたいね。では、これができんのがガントレット。で、3時からルートライダープラスの10日弊社が使われていきます。穴開けもしてくれてるんでね。で、ウォールブレーカーすごい角度から飛んできた。一旦あいつは無視と。ここでトームかけていきます。2枚型なんでね。そんなに溜めずに一発目かける可能性も出てくるかな。2枚だと。そうですね。ここで打っていって、しばらく見ていく感じかな。こうしたら。レイジも一発あるので、ロイちゃんに打つか本体に打つかを見てる感じかなと思います。一発はタウンホールに残したいんで、ロイちゃんの方は全然呪文なくて進めそうなので、本体の方に使っていって、ペッカとかバルキリーとかがね、ロイちゃんのところ、気づいてほしい。ストライカー届いていく。でも、一回ここはモノリスだけ残すような形でオーバーグロー、そしてそこにはスケルトンの呪文を置いていくと。さあ、スケルトンで守られつつ、クマが、ドルイドからのクマが、モノリスに触ってくれています。これであとは解けるのを待って、レイジフリーズ11で残っている状況ですね。あとはポイズンタワーがね、残っているので、そこにフリーズをと思ったら、ど真ん中に打たれました。バーサス。コマくん、ルートライダーラッシュ。レイジジェム型。6時10日弊社から穴開け入れて、キング用かな。対1クロスが誰をターゲットしていいか分かんなくキョロキョロしてますね。で、3時からルートライダーパートスタート。バルキリーも入れてリクスケ対応していく。トライカー。いいね。ちょっとだけよかった。おー、サッカーボールだ。おー。すごいサッカー飛んでった。で、穴開けもう1個つけてあげたことで、10日弊社も触れるようになったところにロイヤルチャンピオンつけてという形ですね。キングクイーン、これタウンホールまでワンチャン見てる説
まあ一応タウンホールにはオーバーグロかけていきましたと。ナイスフリーズロイヤルチャンピオン能力発動。あとは外周部、スーパーバーバリアンとかで拾っていくようなイメージですね。クイーン処理までできました。クイーンはクロークなしで突破できそうですね。あとは現れろ中央部というところを取ってきてもらって、現れました。レイジフリーズが両方ある。余裕の展開っすね。めっちゃいい。バーサス。ラストアタック。カズマくん。ルートライダーラッシュ。カズマくんのルートライダーはね、時間があるときは結構シューターでっていうようなのがかなり多い感覚でしたね、見てると。シューターが刺さる配置はやっぱ一番楽に強いもんね。防衛施設だけをピンポイントで狙ってくれるし。透過弊社も非常に強いんですけど、無料で、無料なわけではないけど、無料で防衛施設ボカボカ取れるからね。簡単よね。シューターって簡単だから強いね。ここは6時の方、サイドカットはね、シューターでできたので、9時からスタートしていくと。当然、援軍にはポイズンを置いて、フリーズってちょっとトーム内側まで貯める形かな。フリーズもう一度打っていきますね。アイゴレのフリーズ効果を待ってから、レイジを置いて、ここでかけるかな。いいトーム。ちょっとギリギリね、HP が持ってかれかけてたところ、だいぶ、このヒーリングトーム回復していきましたね。タイミング完璧。で、レイジタワー発動のタイミングでオーバーグロタウンホールへ。非常に完璧です。うまいね。で、あとは、現れるタウンホールのためにしっかり呪文を残しつつ、キングに対してもストライカーも残していると。やっぱスーパーバーバリアンでもバルキリーでも何でもそうなんだけど、裏側の施設を触れるようなユニットっていうのを少しずつ取っておくのもいいことですね。で、あとはもう完全にフリーズ重ね続けて、フィニッシュ。ガーサス。安定してるね、カードナ君。はい、というわけでね、終わりまして7日間終了。お疲れ様でしたと。個人的にはね、初めて食い火じゃない戦術で7日間回したなーって感じで、もうしばらくぶりっすね。いつ以来だろうわかんないや。さすがにずっと食い火だよね、今まで。自分のアタック忘れてるんだけど。どうだったかな。あんまり食い火以外の戦術やってる記憶がないんだけど、それだけ簡単で強いっていうのがでかいかな。ルートライダー、ドルイド型。非常におすすめです。そして最近ね、レイジジェム型っていうのがちょこちょこ見かけるようになってきたので、ドロイド採用の時はそれも非常に強そうですね。ヒールの呪文を積むことに関してやっぱオーバーグロー2枚型とかジャンプオーバーグローとかあるように、呪文1枠ぐらいは全然余裕があるのがね、ルートライダーの編成の強みでもあったりするので、その余ってる呪文みたいなところをヒールの呪文を採用してっていうところですかね。1人2人がやってるわけではなくね、全体的にやり始めて多分大会とかでも出てくると思いますのでね。ドルイド採用ができる大会では結構ありなんじゃないかなと思います。はい。というわけで今回こんな感じで終わると思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。